8月中も不安定なんですよ。結局カイト作ってたりするでしょ、はいはい、だから7日から本格的に、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですということで、今週も占いと時事やってまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。8月に入りまして、最初の占いと時事でございます。ちょっと今月はね、お盆もありますので、実はちょっと変則的なスケジュールになる予定でございますが、はい、まず今週はね、普通に木曜日アップでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、本日収録日が8月の5日の火曜日、問題なければ木曜日の7日にアップ予定となっております。まずは芸能ニュースからいきましょうか。これ、なかなかちょっと僕はびっくりしたんですけどね。ゴールデンボンバーの桐生院翔さん、ボーカルの方ですが、離婚発表ということでございまして、2021年に結婚されて、お子さんもね、誕生されていらっしゃったばかりだったんですけれども、ご自身のツイッターで、一言だけ、先週席を外しましたというふうに投稿されていらっしゃって、所属事務所の方も本人の投稿通りですと認めたということだったそうでございまして、これが3日のニュースでございました。ゴールデンボンバーといえばめめしくてでね、大ヒットで、紅白にもね、2度出場でしたらね、やってらっしゃったということではあるんですけれども、桐生院翔さん、どうなんですかね、ちょっと運勢的な部分。そんなに良くはないですよと。あら。去年あたりから大運的にちょっと微妙になっていて、今年の後半から悪くなっているので、もう後半入りますよね。ああ、そうですね。だから、これから5年くらいちょっと微妙なんじゃないかな。そう。どうしたらいいとかってあるんですか？どうしたらいいか。無理しないっていうことかな。あと、勉強したりとか、自分を充電していったりとか、なるべく自分が自由になるようにしていった方がいいんじゃないかなとは思います。まあね、今でもね、やっぱりなんか新曲とか出すとね、結構話題になってるかなっていう印象あるんですけども、ちょっとね、もしかしたら、いろいろとね、お疲れでね。頑張りすぎちゃうようなところあるんじゃないかなとは思うんですよね。なるほど。ここはちょっとね。そう。あとは女性関係も気をつけた方がいいかなとは思いますね。これから数年は。あら、じゃあちょっとここから先、そういうゆっくりする時期に入って、女性関係もちょっとなるべく落ち着かれた方が。ちょっと少し魔法が切れる期間になりますかね。これからはね。なるほどね。ちょっとゆっくり過ごしていただければと思います、ね。来年、再来年はちょっと大変そうな気がします。はい。頑張ってください。はい。続いていきましょうか。これも大きなニュースでございました。三代目 JSOULBROTHERS 今市隆二メンバーが活動自粛発表ということで。マスコミみたいじゃん。いや、なんかね、男性アイドルグループが容疑者になったりするとメンバー。必ず言ってるっていう。習ってちょっと今メンバーと言わせていただきましたけども。タクシー運転手をですね、ちょっとなかなか過激な言葉でちょっと脅したと。いうことでございまして、脅迫暴行の疑いで警視庁に書類送検。よくないね。されてしまったということで、ただ、事件が起きたのがですね、4月5日の早朝、酒に酔った状態で友人とタクシーに乗車し、その際、友人と口論になって、運転席や後部座席の間にあるアクリル板を殴るなどしたということでございまして。4月5日？そうなんです。4月の5日なんですよ。ちょうど運勢変わったタイミングじゃないかな。なるほど。ガクって多分落ちるのがその辺ですよ。広末さんとか、あそこら辺でごちゃごちゃしてたでしょ？ありました。だから一気に悪くなっちゃうタイミングじゃないかなと思いますね。特に4月。なるほどね。4月結構ね、逆転運みたいな感じで悪くなった人多いんですよ。田中圭さんとか、広末さんとか、いっぱいありましたよね。だからその頃、この人も出てたっていうことだ。なるほどね。で、悪い運が出てたんだけれども、それが、ここまでちょっと、向こう、いろいろとね、調整をつけてたんだけども、結局、7月31日をもって書類送検を受けるという事態になって、今後の活動についてはもう一回協議して、自粛ということになったということで、このね、7月の発表になってしまったことに対して、結構、各方面から批判の声が上がってるような状態と。なるほど、なるほど。いうことです。悪いのは多分、10月くらいまで悪いのか。じゃあこの秋。まだ全然悪いですね、今ね。秋ぐらいまで。もうちょっと早い方が確かに良かったね。自分だったらいつさせたかな ?5 月とか4月中でも良かったね。いや、4月中きついか。5月くらいの方が、まだ怪我としてはもうちょっと小さくて済んだかなっていう気はしますけどね。1ヶ月ぐらい話し合ったんですけども、ここでちゃんと発表させていただいてっていう。その間もね、結局いろんな活動とかはしてたわけですからね。ちょっとこれはっていうところはあるかもしれませんが、ここの状況に関しては本当にどうなるのかというところでは
タクシーのね、うんちゃんが気張ったんでしょ結構。そうですね。示談はしないというふうに。偉いよね。怖いじゃないなんか。ね、なかなかね、やっぱり、実際どうだったのかは、芸能事務所となんか交渉とか、なんかプレッシャーきついと思うよ、俺。緊張しちゃうところはあるかもしれないですね。そういう意味ではね。はい。頑張ったね、おじさんね。おじさんなのかな。おいくつなのかわかんないですけどね。ちょっと今後ね、どうなるのかちょっと注目ではございます。はい。続いていきましょうか。はい。続いてはですね、これも大きなネットでも話題になっておりました、花火大会で爆発。びっくりした。ツイッターとか、X とかでもね、動画が上がってまして、私もびっくりしました。横浜の港未来の方で開催されました、港未来スマートフェスティバルという、花火大会、この、夏祭りみたいなイベントです。の中の花火大会の最中に、火の手がボッと上がりまして、で、バシュンバシュンと花火が上がっていく。ということで、いわゆる台船、船の方ですね。この上で爆発が相次いで、しまったというところでございました。怖かっただろうね。見てた人。僕、中学の時かな、なんか、クラスで、ほら、キャンプみたいななんか、行った時かなんかに、花火があって、僕の方に向かって、打ち上げ花火を撃ってきたやつがいて、ヒュッて避けてドラゴンボールみたいだなっていう思い出があるんですけど。バカ怖かったよ。なんてことすんだ。怖いよね。怖い。けど、ほら、今月ね、地震とかないかみたいに占ってみたいな感じだったから、あれやったじゃない、災害線みたいなんで、火事とかね。火災とかね、そういう火の気のやつは気をつけた方がいいよみたいな話は。あるかもね。だから、今月って占ってるから、来月の頭くらいまではちょっと心配かなとは思いますね。ちょうど花火大会もね、それこそピークの時期ですから。幸いね、このね、台船、船の上に乗ってらっしゃった花火師の方5人に関しては、皆さん救助されて、幸い命には別状なし。それはね、不幸中の幸いというか。でございましたからね。そう、前の日なんですけども、淡路市の方で行われた淡路市夏祭り。これもね、5000発打ち上げ予定だったんですけれども、花火が打ち上がらなくて、筒の中で爆発し始めちゃったと。怖ー。いうことで、幸いこれもね、10分で中止ということで、大きなことにはならなかったというところなんで、本当にちょっと、この8月の花火関係は、皆さんちょっと。そうですね。だから、火気をつけなくちゃいけないんですよ。とか、南だから、横浜は南か。横浜は南の方ですね。東京から見たらね。だから、ちょっといろいろとね、気をつけていただきたいなというところではございます。はい。火の気というお話だというとですね、これもなかなか大きいニュースになっておりました。インドネシアの方で大規模噴火。ああ、そうだそうだ。はい、ございました。最近ほら、プレートテクトニクスとかも見直されるような研究とかがあって、火山とね、地震の連動なんて言われてるからちょっと怖いよね。ですね。南か、これも。これも南です。日本時間2日の午前2時10分頃、インドネシアのフローレス島にあるレオトビ火山というところで大規模な噴火が発生した。日本への津波の影響に関しては、気象庁の方から、この時影響ないよと、現時点で、この辺って時事占いになるもんね。だから、予言で喋ってるような感じになるよね。そうですね。けどな8月中も不安定なんですよ。結局、カイト作ってたりするでしょ、だから7日から本格的に火星が移動するじゃない。ここから多分しばらくは結構いろいろあると思うんだよね。1ヶ月くらい注意必要なのね。今月ね、本当にね、そういう意味ではいろんな災害とかをね、皆さん気をつけられた方がいいと思いますので。災害、火だよね。火山、火事かな。あとは今、高温と言いますか。そうだね。暑いよ。暑い。暑いじゃないですか。そういう意味でもちょうど今日なんですけども、8月の5日の今日でございます。伊勢崎市、群馬の伊勢崎市の方で41.8度。おかしいよね。国内最高気温また更新と。おかしい。暑いよ。40度を超えている地点が12地点と過去最多になったと。そうだよね。年に1回か2回40度群馬で超えました。熊谷だみたいなね。毎年そんな感じだったもんね。そう、暑い地域がありますね。うち暑いところですよ。みたいな、そういうプロモーションを町おこしでみたいなのがあったんですけども、あっちゃこっちゃしてますから、今もう本当に。なんか、どこもかしくも本当に暑くなってますから。外歩けないよね、これね。今日収録のために僕ね、スタジオの方まで来ましたけど、本当にね、出ちゃダメ。そうだよね。バス使ったでしょ？バスも使いましたし、ね、電車、バスもいろいろ乗り継いできましたけど、本当に。でもじゃないけどね、歩いてられないです。本当に皆さん気をつけていただきたい。日傘もね、近年は本当ね、男が日傘なんてっていう風潮もね。いや、俺もさすがに買おうかなってちょっと思ってるよ。ね、もうそういう風潮もされまして。帽子と日焼け止めでね、なんとか、あとサングラスとかで。
なんとか過ごしてるんですけど、暑いよね。暑いですよ。うんこれはもう災害と言ってもいいですよ。確かに、8月はだから、火の害って言ってたから、火に関することかな、やっぱり。ですかね。夕立とかもありそうな気がするけどね。ねえチャツ先生言ってたからね。そうですね。今週末は雨の予報なんかもあるので、もしかしたらその辺で落ち着くのと、ちょっとそういうお水を、ね、あるかもね。まあそこら辺ちょっと気をつけていただきたいところではあるかなというところですね。はい。ということで本当にちょっと火の害にまつわるニュースを立て続けにご紹介させていただきました。そしてこれは火の害というよりかは、なんと言いますか、口の害と言いますか。はい。小泉進次郎の農水大臣。またなんか言いました。はい。ため池に給水車。トレンド1位に入りました。見た。いました。はい。自民党の小泉進次郎農相が4日までに X の方を更新されまして、渇水によるですね、農業の被害を防止する取り組みの視察として、貯水率が低下した新潟県南魚沼市の農業用水のため池への給水作業を視察していらっしゃったということで、これをですね、その作業の動画とともに、ため池に給水車で注水、雨が降るまで少しでも足しになるように現場とともに乗り越えます。現場に感謝とポストしたんですけれども、これが大変バズりまして、SNS ではため池にこの給水車というワードが一時期トレンドワード1位に上がったということでございました。いや、原始に水と同じじゃないかと。また新語録だみたいな風に、たびたびね、進次郎公文だって言われて揶揄されているということもありまして、これも大変批判的なね、意見が集まったんですけれども、一方で農業の現場では、ため池に給水車で注水することはちゃんと意味がありますよと、ツイッターの中では、小泉進次郎は嫌いだけど、現場の役人は真剣なはずですよみたいなコメントもあったというような形でございました。後者かな。普通に田んぼを今、ね、かつて弟にメインでやってもらって、僕また手伝いに実家帰ったりしてるんだけど、ため池に水は溜めてるし、なくなってきたら本当に死活問題ですよ。水田とか。水田なんで日本の。そうで、まさしくですよね。そう。だからそれは普通に必要なけど、その前になんとかならんかねみたいには思うけどね。確かにね。なんか、気候だもんな。この気候だとなかなか難しい部分もあるかもしれませんね。悪目立ちしちゃう、これ8月7日までは悪目立ちするって俺言ってたよね。言ってましたね。だからちゃんと最後までというか。本当にきっちり悪目立ち。だからちょっと良くなるよ。ここから。なるほどね。だから候補とかになったりするんじゃない次の、自民党の。今のところは、ちょっとだからツイッターの方でもね、現場の努力を、せっかくの、現場が努力してるところを無能パフォーマンスに変えてしまってるじゃないかと。ちゃんと説明してツイートしなさいよというような意見もあったので、本当にだから悪目立ちしちゃってるという。本当にね、8月の8日から10月7日はちょっと良くなるか。あと11月くらいから良くなるから、良くも悪くも総裁選出たりとか、やめないんだっけわかんないけど。そうですね。今のところ、石破さん、やめないっておっしゃって。だけど、目指すんじゃないこれから。なるほどね。これからね、石破談話ですかそういう、いろいろと自民党さんの方でもね、いろいろ動きがありそうな。ね、あんまり僕は、石破さんも悪目立ちしちゃう時期だし、基本的には運が相当悪くこれからなるので、歴史に爪痕を残しちゃうのかなっていう感じですよね。ちょっと心配はしてますけど。そういう形で残っちゃうのかっていう感じもありますけどね。どうなんでしょうかね。それで喜ぶ人たちもいるけど、日本にとってはあんまり良くないんだろうなとは思う。なるべく、日本に本当にいい形であってほしいとは思いますけどね。ということでございまして、小泉議員のお話でございました。はい、ということでございまして、今回は芸能ニュース、それからこの夏の火の害にまつわるニュース、そして、政治経済といたしましては、小泉進次郎議員の話題ということでお届けさせていただきました。はい。というわけでございまして、占いと時事でございますけれども、もしかするとちょっと一周お休みを、ちょっとお盆ということもありまして、させていただくかもしれません。すっごいもう、とんでもないネタが降ってきたら、もしかしたらやるかもしれませんけど、ちょっと一周お休みするかもっていうことで。とんでもないネタ降ってきたら、緊急で動画回してますって。うわぁ、言ってみたいやつだあるかもしれませんけども、一応一周ちょっとお休みするっていうところで、ちょっと構えていただければと思いますけれども、動画の方はいろいろと出していきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、この動画が良かったなと思った方は、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。